ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、ディズニーとルーカスフィルムの新作映画、マンダロリアン&グローグーが興行収入でまたもや悲惨な週末を迎える見込みになっているという大爆死の話題についてよ。現在、業界の新たな予測によると、公開3週目にはさらに 63% も減少してしまって、週末の国内興行収入はわずか900万ドルにとどまる可能性があると言われているの。はぁ？マンダロリアン&グローグーってスターウォーズのやつやろ？ディズニープラスでめちゃくちゃ人気やったやつが映画になったってネットのニュースでチラッと見とったけど、大爆死しとると？ 900 万ドルって天下のスターウォーズにしてはしょぼすぎん？難波しとっと。また、ディズニーさんが盛大にやらかしてお客さんにそっぽ向かれとるんやね。今日は新作マンダロリアン&グローグーがどれだけ深刻な興行的打撃を受けているのか、そしてなぜ絶対的な安全策だったはずのこの作品が観客の関心を失ってしまったのかについて徹底的に解説していくよ。スターウォーズが映画館に帰ってきたってニュースでは見とったけど、裏ではそんな悲惨なことになっとったんやね。どんだけやばいことになっとるのかめっちゃ気になるばい。しっかり聞かせてもらうけんね。それじゃあ順番に見ていくよ。まず、この映画の興行成績の予測についてなんだけど、映画業界の動向を追跡するアカウントであるエグジビターリレーションズ CO というところが発表したものなの。同社は X に投稿して、この映画が公開3週目の週末に約900万ドルの興行収入を上げて、国内総興行収入は約1億5500万ドルになるだろうと予測しているんだよ。エグジビターリレーションズ CO で、プロの分析機関がわざわざお前んとこの映画、週末で900万ドルしか稼げんばいって名指しで予想しとるんやね。残酷すぎるばい。でも、1億5500万ドルって言われたら、普通はすごそうに聞こえるけど、スターウォーズからしたら全然ダメなん？もし、これらの数字が本当に確定してしまったら、それは、現代のスターウォーズ史上、最も失望させられた劇場公開作品の一つになった本作に、またしても残酷な一生を加えることになってしまうの。最も失望させられたって、どんだけボロクソに言われとると。でも、いきなり3週目でダメになったわけやないんやろ？最初からなんかやばい雰囲気あったと？葵、鋭いね。実は、警告の兆候は最初からあったんだよ。マンダロリアン&グローグーは、スターウォーズシリーズにとって7年ぶりの劇場公開作品だったのにもかかわらず、ディズニー時代のスターウォーズ作品の中で最も低いオープニング興行収入を記録してしまったの。7年ぶり？そんなに待たせといて、ディズニー時代で最低のスタートなん？そりゃあ、警告の兆候どころか、最初から大事故やん。具体的に言うとね、公開初週末の3日間で約8200万ドル、アメリカの祝日であるメモリアルデー、戦没将兵追悼記念日を合わせた4日間で9700万ドルを稼ぎ出したの。でも、これは過去に興行的に苦戦したと言われていたハンソロ、スターウォーズストーリーすらも下回る数字で、かつてこのシリーズが誇っていた圧倒的な興行成績からは大きくかけ離れた結果となってしまったんだよ。ハンソロよりも下なん？それは相当やばいばい。最初の週末で、それってことは、その後のプレッシャー半端ないやろね。映画作るのにもただやないんやから、赤字にならんか心配になるレベルやん。その低調なオープニング成績は映画の興行成績にすぐに大きなプレッシャーを与えたの。というのも、この映画にはマーケティング費用、つまり宣伝費を除いて約1億6500万ドルもの制作費がかけられたとされているんだよ。1億6500万ドル？日本円にしたらとんでもない額ばい。それに宣伝費も乗っかるんやろ？それを取り戻すには絶対にお客さんを逃がしたらいかんやん。そうだよ。だから、ディズニーは劇場公開で意味のある興行成績を上げるために観客の維持に強い意志を持つ必要があったの。ところが、実際には正反対のことが起こってしまったんだよ。正反対？ってことは、お客さんがピタッとこんくなったってこと？公開2週目の週末興行収入は国内で約2500万ドルにまで落ち込んでしまって、なんと前週から 69% もの大幅な減少を記録したの。業界関係者は、この恐ろしい落ち込みを、シリーズ史上最悪の2週目の興行成績と比較し始めたんだよ。69% 減。100人おったお客さんが、次の週には31人しか来んくなったってことやろ？どんだけ見捨てられるスピードが速いの？まさに、高速でファンが逃げていっとるやん。スターウォーズの新作やけん、初週にガチのファンが見に行って、あ、これはあかんやつや、って思って、口コミで悪評が広がったんやろね。
さらに悲惨なのは、同時に公開されていた他の映画の存在なの。同時に2本の低予算ホラー映画が完全に注目を集めてしまったんだよ。は？スター・ウォーズがホラー映画に負けとると。普通、宇宙でビュンビュン戦う超大作が低予算のホラー映画に負けるとかありえんやろ。相手にならんかったってこと？どんだけ人気ないんよ。ディズニーの予算のほんの一部で制作されたバックルームズというホラー映画は国内で8100万ドル以上の興行収入を記録して劇場公開で大ヒットとなったの。一方でもう一つのホラー映画オブセッションも驚異的な興行成績を維持していて、なんと全週末の興行収入を上回る勢いだったんだよ。低予算のバックルームズにボロ負けしとるやん。ディズニーが1億6500万ドルもかけて作った宇宙の物語が安上がりなホラーにコテンパンにされとるって恥ずかしくてライトセーバーもフレンバイ。ジェダイの騎士も泣いとるよ、ほんとに。両作品はマンダロリアン&グローグをランキングから押し下げてしまったの。これがきっかけで世間では大作フランチャイズ作品に対する観客の飽きについて議論を巻き起こすことになったんだよ。そりゃあ議論も巻き起こる場合。今まで、スター・ウォーズっていうブランド名だけでお客さんが群がっとったのに、みんな、もう同じような大作シリーズは飽きたわ。ホラー映画の方が面白そうって目が覚めてしまったんやね。そして、週が進むにつれて、状況はますます恥ずかしいものになっていったの。公開3週目を迎えたマンダロリアン&グローグーはバックルームズやオブセッションといった前週から大ヒットしている作品だけでなく、マスターズ・オブ・ユニバースやスケアリー・ムービー6といった新しい新作映画とも競合することになってしまったんだよ。うわぁ、新しいライバルまで出てきたらもう完全に息の根止められるばい。で、その3週目の5日はどうなったと？ 5 日の興行収入は非常に厳しい状況を示しているの。業界の報道によると、マスターズ・オブ・ユニバースが5日に約1175万ドルの興行収入で首位に立ったのに対して、マンダロリアン&グローグーはわずか250万ドルにとどまってしまって、複数の競合作品に遅れを取ってしまったんだよ。250万ドル。首位の新作の4分の1以下やん。もう、誰にも相手にされとらんレベルバイ。その日々の興行成績は、最初に紹介したエグジビター・リレーションズ CO が発表している週末の興行収入予測900万ドルとほぼ一致しているの。もし、この映画が本当にその範囲に落ち込んだとしたら、それはまたしても大幅な興行収入の落ち込みを意味することになるよ。予想通りに一直線で転落しとるってことやね。そして、ディズニーが劇場公開したスター・ウォーズ作品の中で、最も興行成績の悪い作品という地位を、さらに確固たるものにしてしまうだろうと言われているの。最も興行成績の悪い作品って、完全に黒歴史やん。ファンからしたら、見なかったことにしたいレベルバイ。でもさ、これに対して、ネットのユーザーたちは、どう思っとると？みんな怒っとるん？ここで、今回の映画の大爆死に対する、ネットユーザーたちのリアルな反応をいくつか紹介すると、長年ディズニープラスでドラマとして見てたから、今更映画館に高いお金を払って行く気にならない。どうせ数ヶ月待てばディズニープラスで見放題になるんでしょ？なら家で待つわ。スター・ウォーズはもう映画の特別感がなくなった。完全にドラマの延長にしか見えない。映画館に行くなら家で見られないホラー映画のバックルームズを選ぶよといったように非常に厳しい声がたくさん上がっているの。ほら見ろ。視聴者はバカやないんよ。ディズニー自身がディズニープラスに入れば見れますよってやってきたのに、急に、はい、今回は映画館で特別料金払ってねって言われても、はぁ？ってなるに決まっとるばい。自分で自分の首を絞めとるやん。ルーカスフィルムが直面しているより大きな問題は、実はマンダロリアン&グローグーの興行成績が単に期待外れだったというだけではないの。ここで、この映画がなぜ絶対に失敗してはいけない作品だったのか、その確信に触れていくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。いつものやつやね。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。みんなの応援が、うちらが動画を作るエネルギーになるけんね。ここまでの話が面白い。ディズニーの自業自得やな、と思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価をお願いするばい。ポチッと押すだけやけん。よろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくよ。実は、この映画は、スター・ウォーズシリーズにとって安全作となるはずだったんだよ。安全作？どういうこと？
これまでの劇場公開作品は新しいキャラクターを中心に構成されていたのに対して、ディズニーは今回の映画でディン・ジャリンとグローグーというキャラクターを復活させたの。彼らはディズニーによる買収以降に登場したスター・ウォーズのキャラクターの中でも特に知名度が高くて人気の二人なんだよ。ああ、なるほど。ドラマでめっちゃ人気が出たキャラをそのまま映画に持ってきた件。こいつらを出しておけば絶対に間違いない、確実にお金が稼げるでディズニーは踏んどったわけやね。その通りだよ。また、ディズニーは長年にわたるディズニープラスでの成功とグローグーの絶大な人気を基盤とした大規模なマーチャンダイジング、つまりグッズ販売なども最大限に活用したの。すべてが計算し尽くされた安全策だったはずなの。それなのに、さっきのネットの反応みたいに家で待てばいいやんって言われて見事にこけてしまったんやね。安全策のつもりが完全に裏目に出とるばい。そうした利点があったにもかかわらず、この映画はかつてスター・ウォーズの新作公開を特徴づけていたような一大イベントレベルの興奮を生み出すことが全くできなかったんだよ。昔のスター・ウォーズって言ったら公開日の前から映画館にテント張って並ぶオタクがおったり、ニュースで大騒ぎになったり、本当に世界的なお祭りやったやん。そういうワクワク感がゼロになったってことやね。その代わりに、バックルームズやオブセッションといったオリジナル作品のホラー映画が観客の注目をかっさらってしまったの。その一方で、マンダロリアン&グローグーはチャートをどんどん下げ続けているんだよ。なんとも情けない話ばい。昔は他の映画会社がスター・ウォーズと被ったら勝ち目がないから逃げろって公開日をずらしまくっとった絶対王者やったのに、今では新作ホラーにボコボコにされてお客さんにも見捨てられとる。栄枯盛衰とはこのことやね。悲しいけど自業自得としか言いようがないばい。もし予想されていた900万ドルの3週目の週末興行収入が現実のものとなってしまった場合、ディズニーとルーカスフィルムは非常に厄介な問題に直面せざるを得なくなるだろうと言われているの。厄介な問題って？もう十分に厄介やと思うけど。それはね、もし圧倒的な人気を誇るグローグーでさえ大勢の観客を劇場に呼び戻せないとしたら、劇場版スター・ウォーズの未来は一体どうなるのだろうか？という根源的な問いなんだよ。なるほど。一番人気のある切り札を切ってダメやったんやから、もう次に出す玉がないってことやね。これは深刻ばい。ディズニーも反省して作品の作り方とか商売のやり方を根本から見直さないかん時期が来とるってことやね。ということで今日はマンダロリアン&グローグーの歴史的大爆死とディズニーが直面しているフランチャイズの危機という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。